はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回もね、ひたすら植毛の動画になりますね。で、植毛なんだけども、基本的にはね、別動画で出してる植毛の3種類の植毛のやり方っていうやつかな。それ見てもらったらね、結構理解しやすいと思うので、それと合わせてね、見てください。で僕はね、こんな感じでね、お尻周りから攻めていきます。で、前回の動画の時に説明したけど、このお尻の、ほら、お座りのしてる時のお尻の形の作り方、ああいう形で作ると、やっぱね、こうやって植毛もすごくしやすいんですよね。で、カットした後もすごい自然な感じに見えるので、やっぱりこのちょっとしたその表現の仕方をどうしようかって考えるのはすごく重要なポイントだと思うんでね。いろいろね、いろんなポーズみんなも作ると思うから、その時にこうどうやったらね、その写真見て作るならね、その写真のこのような感じになるのかっていうのをこうヒントを探してみるとね、結構いい感じの作り方ができるようになるので、これね、今画面見てもらったら分かるけど、結構幅広くね、植え付けてるというか貼り付けてるでしょ。で、これ結構オーソドックスなやり方なのかな。僕も最初の頃やってたけど、結構みんなメジャーなやり方っていうのは、こう植毛して、こう一列くらい開けて、また植毛してって、こう田植えのような感じでやっていくじゃない。で、僕は昔あれをやってたんだけど、やっぱりうまくできなくて、で、こう、ハゲてるポイントが見えてしまったりとかするから、こういう風に最初に5ミリとか、長毛の時は5ミリ以上、こんな感じでね、貼り付けて、幅広く貼り付けてあげて、して抜けないようにして、こうやって折り返して刺してあげるっていうやり方をやってるのね。みんながよくやるこのオーソドックスなこの隙間を空けてやるやり方と何が違うかって言ったら、その貼り付けてるスペースがあるか、あるいは間隔を空けてるかだけの違いなので、そんなに大きくは変わらないんじゃないかなと思ってます。でね、まめに僕はやっぱり切るようにしてます。これはね、顔の植毛と一緒です。体も。体の時はね、結構ある程度入れちゃうけど、でここね、やっぱお腹入れてからこういう太ももの部分のところをやっていく。これなぜかって言ったら毛の流れが違うから。で、このね、太もものところとかは、なんていうか、その貼り付ける幅5ミリくらいとか、あれをね、あまり幅広くしない。これなぜかというと、ここは密度を濃くして毛を立てたい部分なんですよ。なので、これ3本針でダーッと刺していって、そんなに幅広くないでしょ。さっきみたいにね。して折り返してあげる。でね、これね、ふわっとさせるために、メリノにこの部分はコリデール混ぜてます。少し。してこう絡みやすく、そして毛羽立ちやすくしてるっていう状態です。で、この立てた毛をそのままこうぐるっとこえばいいんだけど、ここの毛の切り返す部分、毛の流れを切り返していく部分っていうところが、今これがまさにその部分になってくるんだけども、そこのこううまいこうごまかし方っていうかね、今毛の流れ変えたの分かる？この貼り付ける方向、こうやってね、少しずつ帳尻合わせていって自然な流れが出るようにする。やっぱね、同じ同一方向からばっかりこう毛を入れちゃうと、すごく
ね、体を凹凸作っても毛の流れが全部同一方向だと不自然になっちゃうから、やっぱりこのね、特に足のこういうももの部分なんてね、こうやって表現するときはこういう風に僕はやってます。あとね、やっぱりバリカンが早いです。バリカンをね、使いこなせるようになるとかなり作業効率上がるので、もうぜひね、バリカンもね、覚えてみてください。ハサミもいいんだけど、こうハサミ、時間かかるし、丁寧にやる分にはいいんだけど、慣れないとね、なかなか段差できたりね、するしね。ちょっとね、だいぶ進んじゃってるけども。大体ああいうお腹周り作って、で、ちょっと結構難易度の高い足元とか、前足の脇の部分とかやったら、あとはもうこうやって背中を植えていくだけなので、こっからはね、もうひたすら単調な作業になるんだけども、でもここもやっぱり毛の流れっていうのを意識しながらやってってあげる。今回はね、これ見せたらちょっとわかるかもしれないけど、少しこう太い毛が混ざってるのわかります？ね、実毛を混ぜてるからなんだけど、やっぱ実毛入れちゃうと、やっぱりどうしてもね、こう跳ねちゃうから、そこがね、ちょっと難しいとこかな。で、ある程度毛が入ってきたら、今ね、さっきちょっとやってたけど、5本針でね、仕上げ針で叩いて、全体的な毛の流れの方向を位置づけしてあげるっていうかね、そんな感じでやってあげる。今みたいにね。で、これね、今、色が変わってきてるとこなんですよ。こう、お腹の側面部分から上に上がってくるにつれて、濃い色を今入れ始めてるんです。ここもね、うまくグラデーションを入れてあげないと急に色が変わっちゃったりするから、僕はなるべくこういうふうに左右均等になるようにこう植毛は進めていくかな。こうね、植毛前半で首の後ろまで終わってるとね、結構ね、楽なんですよね。前はね、こうやって背中から頭のてっぺんまで何もしてない状態で、それをね、お尻から攻めていくような作り方してたんだけど、やっぱね、結構時間かかったりするから、今はね、こんな感じの順番でやってるかな、植毛は。ね、グラデーションになって色が濃くなってきてるっていうとこね。ここ講義ね、尻尾あること完全にない子とかいるじゃない。で、この子は尻尾完全にない子だから、でもちょっとやっぱりそこの、なんていうかな、尻尾の名残のところっていうかお尻とんがってるから、そこをね、毛で表現してます。こうやってグラデーションっていうかね、こう色がだんだん濃く変わっていくっていう作り方、ほとんどの動物そうだと思うんだけども、やっぱ背骨にかけて色が濃くなっていくと思うから、だからそういう子を作るときはこんな感じで色の変化を起こしやすい方向からやっていく。だから背骨のラインが一番最後に入れるような感じで
こういう順番で、ね、植毛していきます。でね、今ここちょっとね見せてほしいんだけども、こうやって植毛していくじゃないですか。するとね、どうしてもねへこんじゃうの。固めてるんだけど、今これねへこんでちょっとこう段差ができてるんですよ。でこういう時はベースの方が盛り上がってきてるので、そこをねもう一度刺してねしっかり固めてあげる。次植毛もしやすくなるしっていうような感じで、どうしてもねこう全体的に固めていくんだけど、固めてからね植毛してるんだけど、やっぱりねこうやってやっていくと、そういうどっか柔らかいとこがあったりとか、あとは全体的なしわ寄せが来てそこが緩くなったりするとこがあるので、そういう時はね今さっきみたいにその段差をなくしてあげる。緩くなってきたらとか、緩い部分に気づいたらそこをもう一度締め込むっていうことをやっていくっていうことだね。あとはね、しっかりやっぱり抜けないように、折り返した時とかね、ここしっかり抜けないように差し込んであげる。でブラシでしっかり起こしてあげて、起こしてからバリカンを入れるね。ほんとこれね、バリカンね慣れたらすっごい早いし綺麗にできるんでね、ぜひぜひやってみてください。ね、刃を立てないように気をつけて少しずつやっていってあげる。あら全然見えないわ。だいぶね先が見えてきたよね。これもね毛の流れを意識しないと、これ微妙に毛の流れ変わってきてるの分かります？真横だったものからだんだん後ろ方向に流すようになってきてるんで、当然今植えてってるこの円のように埋めてってるから、それがねどんどん小さくなっていくから、当然毛の流れる方向も結構急激に変わってくるので、ここまで来たらもう少しだなって見えてくるよね。こんな感じでねしっかりとね最後まで植えていきます。じゃあね今回はねここまでです。植毛ねみんな大変だけども頑張ってやってください。はい、じゃあまた。